スーモかな。これはこれで実売価格いくらぐらいでしょうかね。コリドラスたまんない。いつもこんな感じで表に出てきてくれてたらいいんですけどね。かわいい。角の汚れを落とすのに便利なのがこちら。はいどうもビボです。今回はお見せするかどうか悩んでたんですが、こちらの緑色の水槽、これじゃあ水槽か何かもわかんないんですけど、この水槽でちょっと試したい商品があったので、その商品のチェックをしながらこの水槽をきれいにしていくっていう動画です。なのでメンテナンス動画&商品レビュー動画。こちらの水槽なんですがちょっと本当ひどいですね。これはコリドラスのいる水槽なんですが、全面ガラス見事なまでに苔がついていて中が見れません。隣の水槽は魚が入ってないんですけど、水草水槽めちゃめちゃ水はきれい。やっぱり魚が入ってると水は汚れて苔が発生するんだなっていうのがもう一目瞭然ですね。ちなみに LED ライトが左側はおにぎりのビビットなんですけど、右はソラリス8000という RGB ライト、かなり明るいので、それの影響もあって前面のガラスとこっちの水槽側のガラスめちゃ苔が生えています。さあでは久しぶりにコリドラスの姿も拝みたいので掃除をしていきましょう。今回レビューしたい商品というのがこちら、アズージャパンから出ているブラックスクレーパー 2-in-1。実際の商品はこれですね。見ての通りブラックのボディのガラス面の苔を落とすためのスクレーパー。こちらだいぶ前に買ってたんですけど、今回ちょっと使いながらレビューしたいと思います。他のスクレーパーにはない特徴もあるので、そこら辺もチェックしてみましょう。まず最近のスクレーパーには結構ある分割タイプになっています。ハンドル部分と延長パイプとスクレーパーのヘッド部分、あとステンレスの替え刃が3枚入っています。本体の材質なんですけど、このハンドルとパイプはアルマイト加工されたアルミニウム、ヘッド部分はプラスチックで、このカバーもプラスチックかな。苔を削り落とすカミソリ刃はステンレス。このハンドルはヘッドに直接つけるとショートタイプのスクレーパー。こちら長さが 21mm ちょっと。小型の水槽で使いやすいですね。延長パイプを使うとだいぶ長さが伸びて約41センチ。60センチ規格水槽でも十分に使える長さになります。差し込む部分はスクリュー式になっているのでしっかりと刺さります。使ってる時にぐにゃんぐにゃんなるっていうことはまずないですね。そしてこのブラックスクレーパーの特徴、このカバーですね。実はこのカバー、この先端部分がラバー製になっていて、これもスクレーパーとして使える。アクリル水槽とかはステンレス製のスクレーパーだと傷がついちゃうんですけど、こちらのラバースクレーパーを使うとアクリル水槽でも傷をつけずに苔を落とすことができる。スクレーパーのヘッドにかぶせてカバーとして使えるので、これなかなか理にかなってますね。あと、ここに穴が開いてるのも特徴で、スクレーパーって水槽でこう上下させて使うんですけど、スクレーパー上に上げた時にこの部分穴開いてないと水がドバーッと押し上げられて水槽の外に出ちゃう時もあります。ここに穴が開いてることでその水をうまく逃してくれるかもしれない。実際に使ってみましょう。スクレーパーとしての苔取り能力もしっかりとチェックしてみます。まずはこの水槽に入れてるミクロソリウムを取り出します。この水槽では流木に活着させたミクロソリウム一つだけなんですけどスーモかな。とんでもないことになってますね。これはこれで実売価格いくらぐらいでしょうかね。苔のついた葉っぱはカットしてきれいにしたいと思います。ではブラックスクレーパー性能をチェックしていきます。まず一般的なカミソリ刃、ステンレス刃のスクレーパーと、このブラックスクレーパーの特徴であるゴムスクレーパー、これを実際に使ってみます。それと長年使っている Amazon で購入した格安のスクレーパー、こちらも比較対象として使ってみます。じゃあまずブラックスクレーパー、真ん中いけ、ズバッと。おお、これなかなか一発で綺麗になったね。ああ、いいんじゃない？今回苔たっぷりなのですごいわかりやすいと思うんですけど、一発で苔取れましたね。ただスクレーパーを下に動かした時はすごい綺麗に取れたんですけど、上に引き上げて苔を落とす時は若干苔の残りが出ちゃいました。続いてゴムスクレーパー、これは本来アクリル水槽とか用なんですけど、ガラス水槽でも使えるはず。
いきます。あ、これはさすがにステンレスのスクレーパーのようにはいかない。だいぶ苔は残っちゃってます。もちろん何度も往復すれば苔は落とせるとは思うんですが、ちょっと力を入れてガラス面に押し付けないといけないので、掃除の手間は結構かかっちゃいますね。じゃあ最後に Amazon で買った格安のスクレーパー。これも苔を落とす部分はカミソリ刃なので、多分結果としてはそんなに変わんないはず。あ、綺麗綺麗。一発で問題なく苔を落とすことができます。この穴、これがどんな感じで機能するか実際にチェックしてみます。ただメーカーさんはこの穴が機能性あるよとは言ってないので、これはビバアクアが勝手に期待してるだけ。一般的なスクレーパーはこう下げて上げるとこの部分に水が溜まるので、もし勢いよく上げすぎると水槽の外に水が溢れる場合もあります。それがこちらのスクレーパーは穴が開いてるので、こっから水が逃げるんじゃないかなと思っているんですが、そんなに変わんないね。でも水の抵抗減るので、例えばこれを低床までグッと下げた時に低床が舞っちゃうのとかは若干軽減期待できるかもしれない。なかなかいいんじゃないでしょうか。ただね、若干反り残しがありますね。なんだろう、ヘッドがプラスチック製だから若干歪みとかも個体差であるのかもしれないですね。オールステンレス製のスクレーパーとかと比べるとちょっとだけ反り残しあります。ではこのブラックスクレーパー、メリットデメリットまとめたいと思います。まずこちらアルミ製なのでとても軽量です。めっちゃ軽い。一般的なステンレス製のスクレーパーはかなり重いんですよね。万が一滑って落としちゃったりするとちょっと怖い。それとヘッド部分とハンドル部分が分割できるので、真ん中の延長シャフトを外せば小型水素用のスクレーパーとしても使える。これとても便利だと思います。分割しておけば水槽台の下とかでも収納できそう。あとやっぱりこれですね、ラバー製のスクレーパー。これがカバーと兼用になっているのがとっても素晴らしい。本来ステンレス製のスクレーパーはガラス水槽専用なんですけど、このラバースクレーパーがあるおかげでアクリル水槽でも使えます。あと替え刃が3枚。一応両刃タイプなのでひっくり返して使うことで合計6回分使えます。それと今発見しました。淡水海水両用です。そしてデメリットなんですが、まずこのラバースクレーパー、ちょっと苔が落としづらいです。これは仕方ないですね。それとこのラバースクレーパー使うときにこんな感じで使うんですけど、どうしてもこれカバーと兼用になってるので、この中に水が溜まります。なのでスクレーパー使い終わって引き上げてあと置こうとすると、この中に溜まった水がドバーッと出てきます。ここら辺に水抜き穴とかあったらもうちょっと改善されたんじゃないかなと思います。それとスクレーパーの刃が両端丸まっているので、ガラス水槽のコーナーキワキワまでは届きません。これは逆にシリコンを傷つけないっていうメリットもあるんですけど、こういったタイプのキワキワまで攻められるタイプのスクレーパー求めてる人にはちょっと合わないかもしれません。ただトータルとしては苔取り性能も十分満足できる範囲だと思いますし、何より分割できるしめちゃめちゃ軽い。メリットの方が大きいかなと思いました。実はこれ買ってからもう数ヶ月使ってるんですけど、なかなか気に入っています。Amazon とかでこういうステンレス製のスクレーパー買うとカバーがついてないこともあります。カバーなくて不安だなっていう方はこちらのブラックスクレーパー、しっかりしたカバーがついているので安心です。ではこのブラックスクレーパーで落としきれない水槽の角の汚れ、その角の汚れをきれいにするアイテムを紹介します。まず角の汚れが落とせないっていうのはこういうことですね。スクレーパーの刃の両端が丸くなっているので、こんな感じで苔を落とそうとしてもこの部分5ミリぐらい苔が残っちゃいます。そんな角の汚れを落とすのに便利なのが無印良品のキッチン用のブラシ。これはブラシ部分が若干カーブしていて、スティックの先端にブラシがついています。これがですね、こんな感じで当てていくと強力にシリコンに残ってる苔とかも落としてくれる。これは実際にやった方が早いですね。
こんな感じで。すげえ気持ちいい。これね、ほんと1本は持っといた方がいいです。無印良品に行った人はもう必ず買った方がいい。これ気持ちいいぐらい落ちるんですよね。ガラス面の苔は、これも頑張れば落ちる。ただやっぱりこのコーナーの汚れ、ゴリゴリ落ちるので、マジでおすすめです。ちなみに我が家にはストックが5本あります。はい、というわけで、めちゃめちゃ綺麗になりましたね。ちょっと待って。これはシャッターチャンスか。コリたちが水草の上で遊んでいる。ちょっと遊んでるっていうか、刺さってる？いいですね。コリドラス、低床付近にいること多いんですけど、たまにこんな感じで水草の上に乗っかったり、面白い姿を見せてくれます。あんまり近寄ると逃げちゃうんですよね。それはいいとして、どうですか？見事に綺麗になりましたね。緑色の四角状態だったコリドラス水槽は、見事なまでに輝きを取り戻しました。今回やったのは、ガラス面の苔落としとミクロストリームのこけた葉っぱをカット。どれぐらいカットしたのかというと、こんなに、もともと流木に活着してた分、丸々全部じゃないかっていうぐらい大量の葉っぱをカットしてしまいました。小株も出てたので、これでまた同じぐらいのボリュームの作れそうですね。そしてこちらはめちゃめちゃ綺麗になったミクロストリーム。やっぱりこの水草いいですよね。陰性水草っていうカテゴリーなんですけど、結構成長早い気がする。このモサモサ具合はね、この水草独特の雰囲気。またコリドラスが来た。なんだろう、餌があるのかな。ちょっと見てて楽しいっていうか可愛い。ついついズームアップ。いいですね。かわいい。コリドラスたまんない。いつもこんな感じで表に出てきてくれてたらいいんですけどね。じゃあコリドラスにご飯をあげたいと思います。現在コリドラスは9匹。お迎え当初から1匹も落ちることなく、全員元気にこの水槽で暮らしています。このコリドラスはアドルフォイですね。違った、ステルバイですね。未だに覚えられない。コリドラスステルバイ。当チャンネルでコリドラスのアクリルキーホルダーとか作ってるんですけど、多分一番人気ですね。気になる方は下の商品リンクチェックしてみてください。我が家で与えているコリドラスの餌はクレストフリークコリビッツ。これは我が家では大人気。見ての通りめちゃめちゃ食いつきいいです。そしてちょっと様子見の段階が続いているトランスルーセントグラスキャット。普段はコリドラスと争って食べるんですけど、今回は水槽を掃除したてなのでちょっと慎重になっているのかもしれない。なかなか水草の影からは出てこないですね。こんな感じで我が家のコリドラス&トランスルーセントグラスキャット水槽でした。一応今回紹介したこちらのブラックスクレーパーとか、こちらの無印良品のお掃除コーナーで売ってるキッチン用のブラシかな。特にこちらのブラシは1本持っておくとめちゃめちゃ役立つのでおすすめ。こちらもなかなか良かったんですけど、カミソリ刃タイプのスクレーパーであればどれも同じぐらいの苔取り能力はあるので、黒いのがいいなとか分割して短くできるのいいなっていう方はこちらの商品おすすめです。というわけで今回の動画は以上です。綺麗になってよかった。またこの水槽についても動画にしていきたいと思うので、もし気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。